皆さんこんばんは。 EY チャンネルの時間がやってまいりました。今回は80回目ということで、すごいですね。80回目の EY チャンネルにふさわしいゲストをお招きをいたしております。今日は日本はなぜ基地と原発を止められないのかという衝撃的な本を表されました矢部浩二さん、1987年から書籍情報社の代表を務めておられて、大変な、歴史家でもあり、ありがとうございます。非常によく勉強しておられます。私もこの本がもっと早く出ていればなという思いもしないわけではありますけど、矢部と申します。よろしくお願いいたします。この本はもうすでに5万部を突破しているようでございまして、私はこの本が1000万部読まれたら日本は変わるとそれそう思います。使わせていただきたいと思いますそういう本でございまして、ぜひまだ、お読みになっておられない方、でも今日の番組をご覧になれば、その中身というのが、エッセンスはご理解いただけるかと思っております。ぜひ楽しみにしていただければと思います。私も一言だけよろしいですか。私が4年前から沖縄の米軍基地のことを調べ始めまして、で3年前にこの本を書きました。でその後今申し上げました戦後再発見総書3冊企画しまして、で今回この本を書きました。でこれは全て、影の主人公は鳩山さんなんです影ですがなんで鳩山が潰れたかというそうです、そこから始まって、本当にそれにショックを受けまして、いろんなことを調べ始めて、そうしますと、同じように調べてる人いっぱいいたんです。で同じように辺野古に来て、なぜなんだと思っているような人たちがいっぱいいて、でそういう人たちに助けられて、どんどんこの活動が大きくなってきたと。で我々はそういう資料だけでやってますけれども、本当にそういう戦後初の本格的政権交代という大仕事をされた鳩山さんと、それを理論的に支えた高野さんという、本当お二人に今日は話を聞いていただけて、本当にこんな嬉しいことはないと思ってます。どんどん鳩山さんに質問してください。もう本当に聞きたいことはいっぱいある。でそこでこの矢部さんにどんどんお伺いをしていきたいと思っておりますけれども、まずどういうきっかけでこの問題に取り掛かりたのか、そのことからお伺いして。こういう仕事そのものを始めたのは先ほど申し上げました通り、鳩山政権の崩壊という事件だったんですけれども、私が自分でこの本を書こうと思ったきっかけは、この孫崎受所長の戦後史の正体がベストセラーになっていく過程で、こういうメールが来たんですね。3.11 以降日本人は大きな謎を解くための旅をしていると。いい言葉ですね。これが本当に胸に刺さって、ちょっとこのメールを送った人と一回会いたいなと思ってるぐらいなんですけど、いや本当にそうなんですよね。もう不思議なことばかりで、外国の人に向かって、じゃあすいません。でもこの人はね、非常に先決なる人であって、ほとんどの人が大きな謎を解く旅をしているかというと、大きなメディアに流されて、そこで与えられた答えを自分の答えだと思っている人が大半だというところが私は問題だと思いますけどね。ただ私はそういうことを始めてみますと、やっぱり目立たないんですけど、いろんな分野でやっぱりやってる人がいて、でそういう人同士の結びつきがすごく強いんですね。もう遠くの方にいてパッと分かるわけですね。でパッと親しくなって、私の孫崎さんとかもう本当に親しく、すぐ親しくしていただいたと。でこういう原発事故起こりました。でこの間この原発事故も、私と今度平智之君という京都の今落選中ですけれども候補になってますが、彼とで論文書いたんです。ネイチャーに出したんですけど、そのネイチャー誌でこの爆発の仕方っていうのはですね、単なるいわゆる水素爆発とかそういうものではありえないということが結論なんですね。いろんなものが実は放射性物質飛び散っていて、
その辺のところからも角度の高い情報として、やっぱり小規模であっても核爆発が起きていると、でもそういうことを言わないですよね。そのレベルの話がまだ確定してないわけですよね。確定してないんですよ、分かってないんです、何も分かってないわけです。分かってないって、分かっていても隠しては、私はいろんな方に聞いて、除染の作業なんかやってる方からすると、やはりある程度の事実を知らなきゃいけないんで、情報を東電から聞くと、東電の人もそれはそうですとおっしゃるようです、だから大変なんですというふうに分かっておられるけど、でも外には、国民には一切知らされてないですよ、まだ。そういう異様なことが起こったと。でこれがですね、今回の問題の非常に象徴的なシーンだと思うんですけれども、これはどなたですか？すみません、岡田幹事長なんですけど、要するにこの時政府は直ちに健康に影響はありませんと、でそれでずっと押し通しているわけですね。でも自分たちが現場に行くときはこういう格好をしていると。でこの真ん中にいるのが南相馬市の櫻井市なんですけれども、この時非常に残念なことにですね、政府がそういう情報を隠すということは、しばしばありますよね、いろんな。ただこの時非常に残念なことが、先ほど言った大手メディアが完全にそれに足並みを揃えたわけですよね。そうですね。直ちに、健康に影響はないという報道をしながら、自分たちは支局を閉めて50キロ圏とかに撤退するわけです、でそれをこの櫻井市長が一番激しく告発して、朝日新聞 NHK 支局閉めて撤退したと。なんかその情報をね伝えようとしたら、そっちが県外出てきてくださいみたいなことを言っても、これは本当に世界のジャーナリズムでそんなことは絶対にありえないですよね。でさらにこれですよね、これは11月20日の大企業に広がる格差、上位30社で利益の半分。これは2010年の中間決算ですけれども、東電が入ってるんですね。純利益の7位が東京電力2901億円という、こういうむちゃくちゃな国に日本は住んでいると。でこれは私は門外漢なんでちょっと図版を作ってきただけなんですけど、世界はこういう地震ですか、プレートですね。プレートという非常に巨大な、十数枚の厚さ100キロぐらいの岩盤によって地球の表面ができているというのが定説で、その重なり合ったところで地震が起こると、いうのが定説になってますね。それでこの X の一番もう境目で地形が分からないようになっているところが日本なんです。そうですね、つまり4枚のプレートがこう寄ってくる、交差しているところなんですよね。太平洋プレート、北米プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレートと、もう地震の巣なんですよね。でそのアメリカのですね、地質調査所の、資料ですけれども、過去10年に世界中で起きた同じマグニチュードの地震を比べると、全体の 10% がこの日本のその周辺で起きている、そんなことをとこで再稼働するなんて絶対にありえない話ですね。だからこの問題を基地問題もありますけれども、その原発問題の方は本当に世界史的な問題なんでね、ぜひ鳩山さんのような方にこの問題を手がけていただいて、その解決の方に向かうようにしていただきたいなと思うんですけども、原発の問題というのはね、解決というのは、一つは具体的にはもう原発はやめようと、他のものに変えていこうと、自然エネルギー中心に変えていこうという流れは、これはまず確かな流れだと思うんですが、私はこの原発の事故が起きたその原因と結果を見てですね、やはり、こういったものがどういう被害を与えているか、そして本当に何が原因で起きたかということまできちんと突き詰めて、これは相当な努力がいると思いますけれどもね、この結果を出して、そして本来ならばこんな大きな事故を起こして誰も忘れられてないでしょう。そういう日本になってますよね。日本というのは大きな
失敗を起こしても基本的に日本人自身で誰も罰せないような国になってますから、そこを本当は根本的に変えていかないといけないんではないかと思っていますが、この矢部さんはこの原発の問題と例の基地の問題というのが実は根っこが深いところで全く一緒なんだということが見えたんですね。本のテーマですよね。それを書いたのがこの本になります。というのは、私さっき申し上げましたように、その 3.11 以降、そういう大きな謎解きの旅を始めた人がマジョリティなんですけれども、私はさっき申し上げましたように、その9ヶ月前の 6.02 ですね、鳩山さんが対人演説をされた日なんですが、でもこの日に始めた人も結構私は会いましたし、助けていただき、これはもうこのチャンネルご覧の方に言うもんなんですか、この普天間基地ですね。でお願いします。でこういう無茶苦茶な低空飛行ですね。もう一つお願いします。でこれも本当に前原という繁華街をマンションの屋根に引っかかるんじゃないかと思う。もうこんな風に飛んでるわけですね。でもう一つお願いします。でこれはちょっとこれもうちょっと縦長にできますでしょうか。はい、そうですけど、これが沖縄ですね。でそれをこの本で扱ってますけれども、こういう島の面積の約 18% が基地になっていると。赤いところなんですね。赤いところは海兵隊ですね。青が空軍ですね。で青は主にその嘉手納空軍基地とその北側にある嘉手納弾薬庫というところになります。この本ではこの基地を全部写真撮ってあげた。全部しました。アメリカのその警備兵に追っかけられることはなかったですか。ちょっと車でつけられたりはするんですけども、なんかをされるっていうことはなくて、いやこの間孫崎さんと喋ってたら、孫崎さんはロシア勤務だから、なんかそのロシアからモンゴルの基地を撮影しに行こうとしたイギリスの武官がなんか十字路でトラックにもうぶつけられてぺちゃんこにされたって話して最初この本見た時驚いたって言われたんですけど、その沖縄はね割とほらドライブイン嘉手納基地の前に必ず写真を撮れるような場所があるんです。屋上に上がっていくとね、見えるんですよね。でみんなバシバシ撮ってますんで、私はあんまりそういうことは気にせずに。普天間にもね、その展望台みたいな感じのところもありますし、これはこのチャンネル外国の方は見てると思うんで、この地図、日本人にこういう地図の見方を教えたのは30年前高野さんがこれ教えられたわけです。パッと見てどこに日本があるかってわからない人かもしれませんよね。世界地図の読み方というね、これから見ると全然違う風景が見えますよね。結局すみません、この中国からその太平洋の出口の真ん中に沖縄があるっていうことですね。そうですね。はい、じゃあすみません。でこれも言うまでもないことですけれども、一番その印象的な鳩山政権崩壊の始まりの一番印象的なシーンがやっぱり2010年4月6日ですね。鳩山さんがずっと温められた福案を、福案そのものは、この数日前にも閣議で、徳之島案発表されてたわけですけれども、それを本格的に、指導するということで、官邸に外務省と防衛省の幹部2人ずつを呼んで最小方針徳之島移設案を伝えると、で最後の切り札を示して、このメンバーを中心に最終的な案を作ってもらいたい、ついてはこういう話し合いがそれに漏れることが一番ダメージが大きい、とにかく秘密を厳守しお互い知恵を出してやってほしいと言った翌日、朝日新聞の夕刊に、すみません、この時のことちょっとだけお話しいただけますでしょうか。もう5月末までに決めなきゃいけないということでしたから、しかも3月いっぱいまではやはり予算の候補でほとんど時間が取られてしまって、いよいよだなと、で4月に入って、防衛省から2名外務省から2名、来てもらってですね、官邸の中で、お酒も出したんですけどね、
2合1人2合ずつぐらい飲んだかもしれません。それは官邸の中で、官邸の中で、それでこれ水さかすぎじゃないよ、これでぜひ皆さん私の思いを遂げたいので、一番大事なことはこのメンバーがお互いに情報交換しながら外に漏らさないことだと。外に漏らした瞬間にこの話は成就しなくなる恐れがあるから、そこだけは気をつけてくれと。分かりました、いやいやみんな上機嫌になってですね、頑張りましょうみたいな感じで別れたわけですよ。だからこの連中じゃ期待できるなという気持ちを私は一時的には持ちましたよ。そしたら翌日の夕刊に載ってますよって話でね、これはすごいショックだったと思うんですが、その時の気持ちはどう？要するに誰も信じられなくなったなっていうことです。自分のやりたいことを一番の腹心だと思っている人間に伝えたら、それが全て裏切られたという話ですから、情報をこの人たちに頼れないなというか、交渉も頼れないなということを感じたし、結果としてこれだったらもはや何事も交渉はうまくいきそうもないなと。明らかに中で潰そうと考えている人間がいるなというふうに感じましたね。精神的ダメージは非常に大きかったですね。免従腹背っていう言葉があるんですけど、私これ免従してる時間が短すぎますよね。そうなんですね。最初から裏切るつもりだってね。で、馬崎さんと対談で外務省防衛省の幹部たちは首相鳩山ではない何か他のものに忠誠を誓ってたという発言をされてるんですけれども、そういう感じをやっぱりこの時持たれました。私には忠誠誓わなかったわけですからね。ということは誰か他の人にだから役所かもしれないし、役所全体がもうアメリカ対米従属という方向に完全に傾いている役所ですから、何をか言わんやなんですけども、結局その背後にというかアメリカの影を大事にしてアメリカと外務省か日本政府というのはとにかく緊密な連絡を取って彼らの機嫌を損ねないようにしなきゃいかんというふうに思いすぎている嫌いがありますよね。私はオバマ大統領ともあれは2009年の10月だったかと思いますけれども、官邸で、議論をして、また公邸で食事をとりながらですね、やっぱり政権が変わったんだから全て全部従う前の政権を踏襲する必要はないよという、そういう意向をですね、伝え聞いたもんですから、これならそれなりに柔軟にできるなと、だから最終的には私を信じてくれという意味でTrust me みたいなことを言ったら、またそれもかなり曲解されてですね、最後は普天間の移設先は辺野古に落とすから信じてくれみたいなですね、メディアの捉えられ方をしたというところからどんどん曲げられてしまってましたね。あの時ね、覚えてるのはインド洋への自衛隊の給油部隊の派遣、あれはそれこそ政権が変わってもうやりませんよって言ったら、アメリカはああそうですかって言って、そういうこともこういうこともあるんだって、僕は非常にびっくりしたんだけど、あれのマスコミの取り上げ方は非常に静かだったんですよ。成果だとすごいとか何も言わないんですよ。沈黙ですよ。だから辺野古だって可能性あるんだって私は思ってたんですけど、確かにオバマが言う通りで政権が変わって今と同じにはいきませんよって、自分たち自身がそうだと、自分たちがそれじゃなくてアメリカの大統領なんて成り立たないですからね。それでこの時に何かわけのわからない力によって不当に潰されたということはみんな分かったわけですね。それは本当に鳩山さんの貢献だと思うんですけれども、みんなもっと手前で手を握ってなんかうやむやなうちに進んでいってしまうと。で鳩山さんの言い方はあれですけど、クラッシュして潰れたと。で特筆すべきはその後ちゃんと発言されてますよね。これが僕は日本の政治家の中で初めてだと思います。クラッシュした後にその問題についてちゃんと発言されている。だから我々もそういうことを研究できるし、いろんな人間がそれを調べようと思った。それで先ほど言いましたように怒りに任せてですねもうふざけるなと。で
大体辺野古ってね、鳩山さんがテーブルに載せるまで誰も知らなかったんですよ、本土に。だから沖縄の人は基地問題をちゃんとテーブルに載せたということで、全国に知らしめて鳩山さんの評価は非常に高い。オリバー・ストーンが日本に来た時に、ね、ひょっとして大統領は辺野古ご存知でしょうかねって聞いたら、多分知らないんじゃないかと。だからそのぐらいの話だと思うんですよ。とにかく結論出してくれればいいと。細かいことはもう任せるから、とにかく結論だけしっかり出してくれっていう話だったと思うんですよ。だからもっと変えても、本当はオバマ大統領自身はね、私は自由だったと思います。そのぐらいに感じてましたけどね。ただオバマ自身が決められたかどうかってまた別にあるんですけど、だからやっぱり単純にそのアメリカに鳩山政権潰されたという言い方はやっぱり間違いだと思うんですよね。だからそのことをこうずっとこれで調べていってるということですね。でさっき言いましたように、その沖縄は基地の横にですね、なんかこういうこの左上の嘉数高台公園というのは普天間が丸見えになるところなんですね。でその下の道の駅嘉手納っていうのは嘉手納っていう一番大きい空軍駅の横にドライブがあって、国道を挟んですぐフェンスがあってね、丸見えですよ。でその4階テラスがあって、さあここから基地取れっていうような場所なんですよ。非常に大きなって不思議なところで、撮影スポットみたいな。でその右上が私が行った時閉まってましたけど、右上は右上がこの嘉手納空軍基地の北側に嘉手納弾薬庫って、これは超重要な基地があるんですけれども、この展望タワーに登るとそこ丸見えになるんですよね。でなんか上に登ると、このタワーはなんか自然を観察するためになんか建ったとかなんか書いてあるんだけど、どう考えたってもう基地丸見えなんで、なんかそういう施設があると。で建物だけじゃなくて、これはへしきや公園っていって、その海軍基地がホワイトビーチですね、一時一説に出てたホワイトビーチが丸見えになる基地、もうそういうところがあって、やっぱ沖縄の人たちはそういうところからずっと危険施設である基地をもう監視してきたっていうでこういう写真も撮れたんですね。でこの後はこれは辺野古ですね。本当に綺麗な海ですよね。次もこれも本当に綺麗ですね。もう世界有数、もうこういうところで本当カヌーとかやっててもものすごい気持ちいいんです。でそういう世界有数と言われる自国の美しい海岸に自分たちの税金で外国軍基地を今建設しようとしてるわけですね。このことの本当におかしさに立ち止まって考えたら絶対気づくと思うんですけれども、外国軍基地を自分たち、その自然破壊だけだって今ね世界的にはもう許されないことなんですけど、ジュゴンの話もね、訴訟のそうですね、アメリカの方で起きてますでしょ。そうですね、もうジュゴン訴訟っていうのがありまして、でそれはその日本でやると必ず負けるんですけども、アメリカでやろうということでサンフランシスコですかね、地裁、連邦地裁かにそのアメリカ人の環境団体、環境弁護士と組んで訴訟をして、一旦は勝ってるわけですよね。それでそのアメリカの環境法っていうのは誠に厳しいから、その環境に害するというふうに言われたら一切なんていうか連邦政府の機関が、すぐフリーズされてしまうという。オスプレイの一つ取ったってハワイの、ね、基地に置こうとしたら、爆風って何ていうんですか、風でカメハメハ大王のそうですね、墓地が崩れる危険があってって言って、それだけの理由でオスプレイ配備できなかったんですからね。だからこれ伊波洋一さんって普天間の宜野湾市の元市の方はしょっちゅう言いますけど、人間への影響でもう基地の被害されることは議論されることはないと、アメリカ今おっしゃった遺跡とか、それからコウモリの生態系に影響があるって言って止まったりするわけです、そうなんですよね。だから米軍基地っていうのは日本においては治外法権で、米国の領土と一緒ですから、だったら米国の国内法と同じだけの基準をきちんと適用しろというふうに思うんですけどね。アメリカのコウモリの方が日本人よりも権利を持ってる、大事にされてる。だからそれ
れをこうちゃんとアピールできるような形を作らないといけないということで、私がね、辺野古何回か見ましたけれども、最近行った時もジュゴンの網跡ですがね、相当長い網跡があると見せていただきましたけどね、もうジュゴンがいることだけはもう間違いないですね。間違いないですよね。あれがまたね、なんかちょっと緊迫した時に来たりするんですよね。それが支援に来てる。好きなすごいところでうまく誘導してる、そういうわけない。そんなわけない。いや、やっぱりジュゴンっていうのはなんていうか、オーストラリアの北側からずっと、黒潮に乗ってこう届くその一番北限がこの辺野古の海ですからね、あと横にも広がるんですけど、インド洋方面にも生息地があるんですけれども、やっぱりその世界的に貴重なジュゴンの北限のなんていうか、その環境豊かな海というものをですね、まさかなんていうか、あれでしょう、東京ドーム何十杯分の砂利をぶち込んで埋めちゃうってわけでしょう。これはそれだけ考えてもダメだと思うんですけどね。現地に行ったら、もうそれはもう誰でも一目で分かりますよね。行かないから分からないけどね、行けば分かりますよね。でそういう日本人よりもコウモリの方が尊重されてるということがなぜだっていうことが、今回調べて分かったっていうことなんですけど、これがキャンプフォスターっていうその基地を北側から取ったところなんですけれども、この左上に見えてるのが普天間で、この右上に見えてる海岸線は1945年に米軍が上陸してきた海岸なんですね。なんかこうやって高台に登ってみると、こういうで真ん中が米軍の住宅ですね。米軍住宅ですね。キャンプフォスターっていう司令部がある基地の中にはこう住宅地区がいくつかある。そうですね。商工用の住宅ですね。これね、いいところですね。芝が多いですね。だからこういうその非常にいい場所を占拠して、でそのままずっと居座ってるっていうのが非常にこれ知ってます？僕はもう最初に沖縄に行った時にそれ説明されて絶句したんですけど、この将校家族と一緒に住んでますよね。で夏休みバケーションでね、アメリカ本土に帰ると、1ヶ月帰るとあれですよ、中のクーラーをつけて帰ってきた時暑いって言って、でその芝生のスプリンクラー回しっぱなしで行くんですよ。電気もその水も貴重な沖縄でですよ。それが僕はもう本当にそれはその時衝撃で、こう針金のこのフェンスから見えるんですよ。あの家も留守ですよって説明するんですよ。1ヶ月つけっぱなしで行くんですか、という場所ですよ。スプリンクラーはないと枯れてしまうかもしれませんけれども、少なくともエアコンはね、当然切るべきですよね。信じられない話。それで、これが普天間ですね。普天間基地から飛び立ったヘリの旋回訓練の航跡なんですけれども、ここにぽっかりと飛んでないところが今ご覧いただいたその米軍住宅地のあるキャンプフォスターっていう、見事だねこれ。見事に飛ばないわけです。ここですか。ここはズケランって書いてますけど、これはフォスターっていうことですね。で一方ですね、このそういう住宅密集地域、先ほど本で見せたような前原とか沖縄国際大学があるところはもうこんな無茶苦茶な墜落後もやってるわけです。なるほど。でなぜこうかっていうと、これは伊波洋一さんのご研究ですけれども、結局アメリカでは住宅地の上なんか絶対飛べないわけですよね、その米軍機が。そうですね。そういう危険な飛行機で飛べないから、同じことを同国民に対しては適用しているだけだから、やってる方はそんなに、なんていうか罪悪感はない。自分たちは法律に従ってるだけ、ただそれをこう横に並べてみると、ものすごくグロテスクな絵ですよね。この日本人の家の上はどれだけ低空でも飛べるけど、アメリカ人の家だけは避けると。でだから要するに憲法とかその法律で保護されてる人権保護されてる人とされてない人がいる。でそれはさっきのね岡田さんのタイベック姿とすごく共通してるわけですね。なるほど。岡田さんはあの時ジャーナリストの岩上さんっていう人に問われて、いやこれは自分たちは取り決めに従ってるだけだって言ったんですけれども、あの風景を見たら
そうやって違う法が適用されてるわけですよ。そうですね。人権が保護されてる人とされてない人。もう一度言いますけど、さっきの写真は、はい、乗り込んだ岡田幹事長だけ完全に防護していて、でそれは政府の立場、政府与党の立場としては、はい、安全ですって、はい、心配ないって言ってる人がその格好をしていて、現地の人たちは、はい、みんなそのまんま、はいね、何もしないで、はい、マスク一つしないで来ているという、この姿ですよね。要するに違う法がなぜか適用されていると、それはなぜかということですけど、そこに迫るんですね。はい、そういうことですね。で、はい、じゃあ次にお願いしたいんですけど、これは最近いろいろと有名になってきましたけど、このラプコンと空域というのがありまして、米軍が管理する空域というのがあって、で沖縄なんかもこういうふうにもともとすっぽりと全部こう管理されたわけですね。でこれ形式的には返還されたことになってるんですけど、実態は変わらないと。でじゃあ次高さは5000メートル6000メートルです半径90キロだからもうどっかり、要するにその上空は全部米軍が支配してるわけです、沖縄の。そうですね。あれは沖縄に飛んでいきますと、はい、ずいぶん手前から海すれすれになって、はいはい、でずっと行くんですよね。で海が綺麗だから、僕は一番最初の時は海がよく見えるようにサービスしてくれるのかと思ったら違うんですよ。ラフコンのね中に突っ込まないで、下一番低いところをこう通って行かなきゃいけないんですよ。那覇飛行場に着陸するのと、それから嘉手納に降りていくのがクロスしてるわけですね。で安全な上の方を米軍が取ってるから、その下を危険な飛行をしないといけない。ただそれはあれですよね、横田ラそうなんです。それが全くそうなんです。日本全体がそうだっていう話ですよね。これはですから、沖縄の人はかわいそうでって話じゃないんですよね。ちょっとこれもう一つ前言っていただきます。でこれがね、さっき言った日本の家の上はなんでこう無着者低空飛行できるかという謎がこれなんですよ。要するに適用除外条項というのがあるわけです。日米地位協定と国連軍地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律第3項であって、全航の航空機、米軍機と国連軍機およびその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第6章の規定は政令で定めるものを除き適用しない。でこれで適用しないと言ってる航空法6章というのは、航空機の運航に関する57条から99条、つまり最低高度、制限速度、飛行禁止区域、そういう安全に運航するための規定が全部適用除外になってるわけですね。されないと、米軍機と国連軍機、国連軍機は気にしないでいいでしょうか、米軍機ですよね。でこの適用除外というのがすごくキーワードで、これが非常に恐ろしい、キーワードだっていう、それが次なんです。何を言ってるかわからないようにスーッと読まれてしまうかもしれませんが、大変大きなことを言ってます。で今どうしてそういう適用除外条項が作られているかというと、その国際法の流れっていうのがあるんですけれども、ここに、講和条約を結んで、それに基づいて安保条約が結ばれて、それに結ばれて日米地位協定が結ばれてるわけですけど、こういう条約を結ぶと、一般の国内法というのは条約よりも下位にありますから、結んだ条約に合わせて特別法が作られたり一部変更されたりするわけですね。で今言ったこの航空法適用除外条項なんかはこの、条約国内法ということになります。でその上位で、後で言いますけれども、上位でその米軍機にもう完全な自由を与えているから、その国内法の方はこういう適用除外条項を作らないといけなかったっていうことですね。皆さんもお気づきになったと思いますけれども、条約っていうとあんまり何か難しく考えないで、日本人は法律を守らなきゃいけないという話ですけれども、法律の基本的には上位に条約というものがあるんだと。普通の法律の上位にあるわけですね。そういうことをまず考
確認をしていただきたいと思います、さらにその上に複雑な、仕組みがあるということが後で分かってまいります。で今申し上げましたように、そのラプコン、空域というものがあって、その適用除外条項もありますから、もう上空は 100% 支配なんですよね、米軍の。ところが地上も実は 100% だと、潜在的にはということが、このもう一つのこれは日米行政協定ですか。これは行政協定ですらなく、行政協定に関する議事録、これが後で出てくる日米合同委員会っていうところで決まったことは日本の憲法を上回るというものなんですけど、要するに、このですね、日米地位協定、日本の当局は所在地の遺憾を問わず捜索差し押さえ検証を行う権利を行使しない、これ、我々法律の文章慣れてないからスラッと読んだんですけど、これものすごいむちゃくちゃな状況があるんですよ。どこにあってもということですね。ここがね、普通米軍基地の中の合衆国の財産についてっていう場合だったら、まだわかる。基地内は違い法権です、あと大使館なんかも違い法権ですから、それはありえるんですけど、所在地の遺憾を問わずってさらっともうむちゃくちゃなことが書いてます。これ要するにだから、これ分かりやすく言うと、例えば米軍の墜落したヘリコプター、これはその財産ですから、どこに落ちようと、それを日本の警察なり何なりが、その捜索したり差し押さえたり、検証もできない、もう一切手が出せない、手が出せない、すごいですよね。それが非常にあらわになったのが、その次の非常に有名な、沖縄国際大学の米軍墜落今ね、高野さんが話をされた、そのヘリの墜落の、これ現場の写真ですね。事故でございます。でこの時まず米軍がやってきて、その規制ロープを張って、もう市民たちをアウトアウトアウトってギャーギャーって言って追い出して、で日本の警察とかはその許しを得て中に入っていくと、で大学の関係者も市長も外務省の人間も入れてくれないから、さすがにこの時はそういう批判が集中したわけですね。でこれが事故のそうですね、削れちゃってるんですよね。この分だけ残ってますね。でこれを見てやっぱり沖縄の人はかわいそうだなと思うんだけれども、さっき畑山さんおっしゃったように本土でも全く一緒だということが調べると分かってくるという話で次お願いします。でこの問題はですね、この日米地位協定入門っていうこの沖縄の前泊さんっていう元琉球新報の論説委員長で、まさにヘリの落ちた沖縄国際大学の教授の人を中心に作ったんですけど、この問題徹底的にやりましたんで、最近ポストとか東京新聞が取り上げてくれてるんですけど、要するに首都圏の上空にですね、米軍が管理する巨大な空域があって、日本の飛行機はそこ飛べないわけですね。だからその鳩山さんのような方がこれを国際社会に訴えていただいたら、それだけでなんかその日本の今置かれてる現状っていうのはすごくよくわかると思うんですよね。前田さんの本にはこれが出てくるんですけど、この図もちょっと出したのが分かりやすいかもしれないですね。立体になってる図ですけど、後で追加してみるけど、なんていうか、これ高さ7000メートル、だからエベレスト、エベレストぐらいの高さまで、首都の空は米軍管理になっていると、であるがゆえに羽田もですね、自由に航路を設定することができないと、迂回しなきゃいけない。で非常に危険なんですよね。なんか天候が悪くて氷とかが来た時に避けたいんだけど避けられないということを多くのパイロットの方が証言しています。でその次お願いします。でこれ一緒ですけれども、東京新聞今年の11月14日にこれ立体の図がありますか、上の図ですね。これでいいんだ。で米軍の占領先進国に例なしと。ないですよ、だから一般紙としては、やっと踏み込んだ表現をしてくれることが出てきた、70年間続いていること、ただですね、さっきのポストもこれもその
交通が阻害されてるじゃないかと、本当は大阪まで30分で行けるのにっていう話なんですけど、この問題の本質はそんなとこにはないということを書いたのがこの本で、結局こういう巨大な空気域がありますと。でそこは太平洋上からはもう日本は管理できませんから、もう自由に外国から基地が飛んでくるわけですね。でその下には、南から横須賀、厚木、座間、横田っていう本当に沖縄並みの超巨大な基地が4つもあって、その中は完全な治外法権なんですよね。これは僕前さんに教えてもらったんだけど、結局このことの意味は日本には国境がないっていうことなんです、勝手に飛んできて基地を置いてアメリカに対して穴が開いてるってことですね。穴が開いてる。そうなんですよ。アメリカ向けに。だからこれすごく分かりやすい。分かりやすいですね。スノーデン事件の時にバックドアっていう概念だったじゃないですか。その表面上はデータを厳重に管理してるんだけど、後ろにバックドアがあってアメリカ政府だけはそうやって抜けていくと。日本には一応国境あってみんなパスポートやってるんだけど、こういうバックドアがあって自由に出入りしてる。これはアメリカへのトンネルですよね。そうですね。六本木ヘリポートって、そうなんですね、割と最近見てね、ビルの上から下見たらこんなヘリポートがあるんですよね。非常に六本木いいんですよ。何なんだって聞いたら、いやこれは米軍のヘリポート、こんなところにあるのかっていう。だからみんな横田に降りてこの空域の外に六本木ヘリポートがあるんで、ここからなんかリムジンとかで来るのかと思ったらそうじゃなくて、もうそんなまだるっくしいことしないでヘリポートでここに、じゃあ次お願いします。でそれがこういうふうに飛んでくるんですね。後ろがヒルズですね。ヒルズですね。でこの問題をですね、非常にクリアに言えるのは、もうすごいしっかりした弁護士事務所がついて、もう何十年、30年か40年、ずっと米軍基地反対運動を六本木でやってるんですよ。なるほど。だからこれ全然我々知らないですね。そうですよね。米軍基地反対運動って沖縄のことばっかりだと思うけど、もう六本木でもうそんなかなり激しい反対運動をしてるんですよ。でそれ当たり前で、あんなものすごい地価の高いところに行って、休日バーでヘリ飛んできてものすごい危ない飛行をするわけですね。でみんな怒ってそういうことしてると。でこれが六本木のヒルズの上から見たところですね。でこの上見ると分かりますように、この上の方に新宿の高層ビルが見えます。そういう地域ですね。でこれが全体像なんですけれども、その右上にあるのがヘリポートで、でその左下にある四角い建物が星条旗新聞。そうですね。スターズ&ストライプス。でその左上が宿泊施設ホテルですね。ですからこれ小さいけれども、フェンスがあって、で宿泊施設があって、オフィス棟があって、で軍用機発着できるから、もうフルスペックの基地があるわけですね。でこの反対運動人たちの作ってる資料によると、この星条旗新聞社の中には主に CIA の、日本の先端技術をこう情報収集するような部隊とかが入っているということで、でここでもう一つ問題は、そうやって国境がないっていうことの意味がですね、この一番、もうちょっと上のお願いできますか。ここですね。ここに着陸するヘリで着陸するわけですけれども、ここからアメリカ大使館も5分ぐらいで行けるんだけど、もう一つ非常に重要な施設があって、ここから外苑西通りをドンと下がると、ここに乳酸のホテルと。私も何度か行きましたよ。そうですか。それは非常に貴重な。ミッキー安川さんのパーティーここであるから、あの人米軍と何か関係を持ってる。これ新しく建ったんですよね。そうですね。だからこの日本でいう時に名前はホテルとなってますけど、これは軍事基地で、米軍センター、一種の基地なんですよね。でここで、行われているのが問題の日米合同演会で行われてるんですか。で月2回ですけど、こっちで1回、それから外務省が設定した場所で1回ずつ行われていると言われています。ここはいよいよ本丸に入ってきたんですね。それで、先ほどから出ている、首相鳩山ではない何か他のものに忠誠を誓っていた官僚たちが、というのが何かというと、それは
結局60年間続いているこの日米合同委員会という、米軍と官僚の共同体なのではないかということを、今回の本で書きました。米国の政府と日本の政府というんではなくて、米軍と日本の官僚もかなりトップクラスの官僚なんですよね。が毎月2度秘密の会合ですね、基本的に外に出ない中身が、そういう会合が開かれている。これは一応その米軍関係のことを協議する機関なんですよね。で30いくつの部会に分かれて協議しているわけですけど、さっき言いましたように日本全土にその基地をこう置くわけですから、もうあらゆる問題がそこに入ってくる。そうですね、こうやって見るとね、全てのことについて米軍と相談しながら日本政府は運営していると、日本という国を。でこのちょっとじゃあ左の方を見せていただけますか。でこれ非常に重要なのがですね、この左もうちょっと下だ。そうですね、これ下ですね。日米合同委員会とありまして、日本側代表、アメリカ側代表といるわけですけれども、日本側代表は外務省の北米局長、北米局長というのは非常にステータスが高いわけですけど、非常に重要なのはその下に代表代理で法務省官房長という人がいるんですよね。法務省大臣官房長、でだから代々その法務省の官房長がこの日米合同委員会のメンバーになるわけですけど、なんとですね、法務省のトップである事務次官の中にこの大臣官房長経験者が占める割合は過去17人中12人なんです。でさらにそのうちの9人は次官より格上の検事総長になっている。だからこのね、60年間米軍と日本の官僚がその問題を協議する機関が検事総長を出すという、このシステム。ここでやっぱり米軍とちゃんと仲良くなっておかないと、逆に言うと次官や検事総長になかなかなれないと。なれない。で完全にその日本の、法の、そのトップの検事総長が、この共同体のメンバーであると。で後で出てきますけれども、その砂川裁判最高裁判決というものによって最高裁が機能しなくなってるわけです。そうですね。だから要するに法的な権力はここが握っていると。しかもそれが60年続いて、でそれは個々の官僚の問題ではないというのは、法務省大臣官房長とか北米局長とか、本当のエリート官僚いますけど、自分の上司全部ここのメンバーだから絶対に逆らえないわけです。そういうことですね。もうしかも60年続いて、それなりに義理の交渉をしていくのことをいろいろ決めている。逆に言えばその占領軍の延長としての在日米軍というのは、これを通じてその自分たちの特権というものを維持してきたということになるわけですよね。すごいシステムですよね、これは。私はこの存在は総理の時もまるで知らなかった。誰もそういう話はしてくれませんでしたしね。今ちょっとこの話を聞きになっていかがでしょうか。もう唖然としますよね。で私はこのやっぱり日米関係は正しい方向に見直さなきゃいけないという思いはあったと。それでこのいわゆる郵政民営化とかああいうものが一方的にもうアメリカの要求を日本が飲むようなシステムができていたと。でその根源は私は日米規制改革委員会だというふうに思ったもんですが、この辺は見えてましたから、日米の規制改革委員会っていうのはなしにしようよという話で、アメリカからのいわゆる経済的な要求のようなものに対しては、一旦これは見直そうという方向にはなっていったんですけれども、軍事的な、むしろ軍事だけではない形なんでしょうけど、この日本をコントロールするもっとより大きな重いシステムというものは、の存在は知らなかったですよ。ちょっと2つ進めていただけますか。これの元になっているのがそのその上で結構ですね、旧安保条約の第1条というね、本当の一番大事な条項に書かれていることですけれども、そのサンフランシスコ条約の発効とともに同時に
米軍を日本国内およびその付近に配備する権利を、日本側の要請によってアメリカが行うと、これが全ての今の日本の国の歪みの元になっている条文、基地を置く条約じゃないんですね。フィリピンとかものすごく巨大な基地があったんですけれども、要するに米菲の条約に全部書いてあるわけですね、スービックとかクラークとか、全然日本は書いてない。無制限ですよね、無制限です。条文的に言ってね。でしかもおよびその付近というのを英語で言うとインアンドアバウトって書いてあるから、どこでもいいんだもん。要するに国境を越えてどこでも行けるという、しかも配備という配備ですからね。でこれを、こういう取り決めを結んでるから、それをマネージするものとしてその日米合同委員会ができて、要するに一言で言うと第二次大戦に勝った米軍の特殊権益ですね。で戦争直後は国務省はそういうものにはかなり反対してるんですけど、結局軍部が押し切ってそういうものが温存されて、でそれをマネージする機関として日米合同委員会ができて、でそこが検事総長などを握るという体制の中で、官僚側の方もどんどんそういう方に汚染されていったというようなものだと思います。あれですね、要するに戦争が終わって、GHQ という格好で米軍が日本を占領したと、そして、1952年そのサンフランシスコ条約ということになって、日本は一応形の上で独立すると。ところがそれで独立国としてさあじゃあ占領軍お帰りくださいというのは困ると、そこでその占領時代の事実上の特権をそのまんまその行政協定とか、その安保条約第一条、そこにきちんと規定をして占領権力あるいは占領特権というものをそのまんま独立国日本になったのは形だけで、米軍としては維持していくというのが旧安保条約であり、そのための行政協定、後の地位協定ですね、そしてその運営のための日米合同委員会である。そこでガチンと構造化されてるわけですよね。で私はこのことを自信を持って書けたのは、すみませんちょっと2つ戻っていただけますか。非常に詳細にねその状態を書いたアメリカの公文書っていうのがあるんです。これはアイゼンハワー大統領が再選された時に、世界の米軍基地に関してその広範な調査を行うわけです。その時に駐日アメリカ大使館からアメリカ国務省宛てに出されたレポートなんで、もう絶対に嘘のない内容のさっきの旧安保条約は1951年ですけれども、これは1957年の2月、これはちょっと詳しくやっていいでしょうか。これはものすごい報告書なんです。1、行政協定ですね。旧安保条約とともにその米軍の運用法的権利を規定した行政協定は、アメリカが占領中に保持していた軍事活動のための権限と権利をアメリカのために保護していると。すごいね。その通り書いたんだ。その通り書いてある。結局 GHQ はいなくなりましたから政府に対して直接こうしろということはなくなりますけど、米軍に関しては占領体制をそのまま継続したということをちゃんとここで明言してるわけです。で2、安保条約の下では日本政府とのいかなる相談もなしに米軍を使うことができると。でこれが結局オスプレイの謎なんですよね。野田さんが首相の時に、いくら日本人に危険があってもどうこういうことはできないって言いましたけども、あれはある種非常に正直なことで、こういう取り決めがすでにあると。で3、行政協定の下では新しい基地についての条件を決める権利も現存する基地を保持し続ける権利も米軍の判断に委ねられていると。これが辺野古の謎の正体なんですよね。だからその沖縄の人たちも構造はよく分かってて、とにかく最後はもう自分たちで体を張って止めるしかないと。政府に任せといたら積極的にやる安倍さんみたいな人と遠慮してなるべくやらないようにしようとする人もいますけど、どうしてもその全体の流れとしてはそっちの方にでそれぞれの米軍施設についての基本合意に加え
地域の主権と利益を侵害する数多くの補足的な取り決めが存在すると。これはまあさらっと無茶苦茶なことが書いてある、ね、侵害するんですから、自分らが侵害してるんでしょうね。コウモリのあれはコウモリの生態が守るけど、日本人の主権と利益が侵害すると。で5番、これはさっきの空域を通って誰が来てるかって話してますけど、数多くのアメリカの諜報活動機関の要員が何の妨げも受けず日本中で活動している。スパイ活動してると。だからやっぱりその CIA の人たちは成田や羽田には来ないんですね。まあ、そういう証言はいっぱいありますね。でこの間なんかおっしゃってましたけど、米軍の要人の警護の人もいきなり銃を持ってきてますよね。そうですね。銃携帯してるんですよ。我々が、私が総理の時にアメリカ行く時はみんな SP は裸ですよ、もう持つことはできないですよね。でも彼らが来る時はもうそうするわけですよ。まあどう考えても羽田とか成田とかを通ってきてるんではないという、そう別のところから。で6番、米軍の部隊や装備なども地元とのいかなる取り決めもなしに、また地元当局への事前連絡さえなしに日本への出入りを自由に行う権限が与えられている、これがさっきの横田空域の謎の正体なんですよ。でまあ、7番、これはさっきの、2番と一緒ですけど、全てが米軍の決定によって日本国内で演習が行われ、射撃訓練が実施され、軍用機が飛び、その他の非常に重要な軍事活動が日常的に行われている。全てが、だからどれだけやるかっていうことはね、その時々の政治状況とか日本側の反対運動の強さによって変わるけれども、法的にこういうことは取り決めてしまってるっていうことを我々は知った上で、まあいろいろ戦略を考えている。でその元になるのはさっき申し上げたこの第一条ですね。基地を貸すんじゃなくて日本国内およびその付近に配備する権利、で旧安保から新安保条約に変わるときは全然その文言は変わってるけど、その密約によって全然変わってないっていうのをやったのがこの本なんですけど、これはもう一つ言っていただけますか。この一番大事なのが、この安保改定で改定する直前にね、岸政権の藤山外務大臣とマッカーサー駐日アメリカ大使が密約にサインしてるんです。これはイニシャルだけのサインなんですけど、岸畑密約、日本における合衆国軍隊の使用のため、これちょっと丸めて言いますけど、要するに米軍基地内およびその区域での合衆国の権利は52年の旧安保条約の時の協定と新安保条約の協定では全く何も変わらないという。その最後のところですね。変わることなく続くと、ここがポイントですね。この 1のところが米軍基地およびその区域ですね、ファシリティおよびエリアってなってるんですけど、で2が、これが新安保条約の下の地位協定ですね。地位協定ですね。で3が行政協定、要するに改定したけど米軍の権利についてはほとんど何も変わりませんという密約を、一冊をわざわざ日本が入れてるということですよね。それで、そういうね、国民の目には見せられないような取り決めを裏で交わしてますので、そういう国家の要衝にですね、全部裏マニュアルがあるんです。でこれは1、2、3とありまして、最高裁、検察、外務省という本当の日本の国家の中枢に全部裏マニュアルがあるわけです。でこの3番の日米地位協定の考え方っていうのをスクープしたのがこの前泊さんですね。でこの1の最高裁と検察の、密約、その 裏マニュアル、一番詳しいのはこの新原昌司さんっていう、赤旗出身の、それほど政党職はない研究者の方なんですけど、今はこの吉田敏弘さんっていう人が一番詳しいんで、今この裏マニュアルと、それから砂川裁判でしてるんです。そうですね。で日米合同委員会ってのはですね、やっぱり謎の組織だから情報公開しないから内容よくわからないんですよ。ただ
そこで協議されたものをマニュアル化したのがこの3つなんで、なるこっちから逆算すると何協議してるかが分かるということで、今その吉田俊弘さんが、まあその日米合同委員会の資料ってどっか手に入らないんですかね。そうですね。あるんですよね、資料は。あるでしょう。出すものと出さないものがあって、で出してるものだけでもかなりすごいということなんですね。で、なるほどね。それでまあやっぱりこの、なんていうか、この条約、そして協定、委員会、また議事録、それもまた秘密じゃないもの、秘密のもの、この一つこれなんていうか体系ですよね。そうなんですね。上から下まで整った8階建てのビルみたいな。この構造っていうのが我がなかなか見えていないものだということなんですよね。でこれ後半次回お話ししたいんですけれども、その大元がやはり国連憲章なんですね。そうですね。国連憲章には日本の、安保村にとって非常に都合の悪いことがいろいろあるので、日本人には国連憲章ってほとんど認識されてないわけですね。読むともう明らかに全部書いてあるから、何よりもね、日本が敵国として規定されているわけですしね。誰でも分かるようなことが書いてあるんで、それは次回お話したいと思います。で最後にもう一つ簡単にその砂川裁判ですね。そうですね。さっき言いましたように、その日米合同委員会というところが、検事総長を出すと、でこれ面白いのは赤レンガ派って言いますね、法務省の方は。赤レンガ派が検事総長を出して、その検事の方と交代で出すようなところがあるんですけれども、赤レンガ派から出るのはその第一任官房長で日米合同委員会メンバーなんですけど、その検事の方は見るとそのかなりのところはロッキードやった人たちなんですよね。だからこの2つで検事総長を抑えていると。なるほど。でなんだけどそういう構造があっても、最高裁が機能してたら今私が話してきたようなことはほとんど起きてないはずなんですよね。そうですね。ところが日本はもう全く最高裁が機能していないと。でそれはもう機能、できないような今言ったような政治状況あるんですけれども、その中でもう一つ非常に大きな事件が1959年砂川事件、安保改定の前にあった直前ですよね。でこれがその砂川事件の、東京の今立川にですね、大きな米軍基地がありまして、でそこの非常に大きな反対運動があって、でそこですごく衝突があるんですけど、反対派がちょっとフェンスの中に入ったということで逮捕されて、でそれに対してその東京地裁の伊達裁判長という人が、米軍基地は憲法9条2項に照らして憲法違反であるという一審判決を出すわけです。大胆なね。大胆な。でこれが最高裁まで通ってしまうと、それはいくら米軍でも撤退しないといけないんで、ものすごい工作を行うわけですね。でくしくもその時駐日大使はダグラス・マッカーサー元帥の甥いで、そのファーストネームもらっているマッカーサー駐日大使だったんです。でちょっともう時間がないんでここははしょりますけれども、要するに藤山外務大臣を呼び出してですね、駐日大使が藤山呼び出して、こうしろああしろと、で判決をなんとかしろと指示しろと、ですごいのはやっぱり2日後ぐらいにですね、この判決を完全な形で覆すことによってその米軍基地の権利を盤石にするんだという戦略を立てるわけです。でなんかアメリカの軍部とか外交官ってそういうやり方を一番評価するっていうか、なんかこの公文書読んでますよね。何もないとこ行って権利取ってきたやつよりも、なんか攻撃された時にその力を利用して倍返してもっと取ったやつっていうのを最高に評価する構造があるんですね。なるほど。官僚システムってのはそういうもんかもしれない。そういうもんですよね。だからこの時もそれが起こって、でその後だから日本側はいろんなやり取りがあるんだけれども、その後になってこの公文書を追っていくと、その判決の数日後に
マッカーサー駐日大使が出した戦略通り動いていった。でその中で田中幸太郎という当時の裁判長はまあその方針に従って動いていくと。それで出されたのがこの非常に重要な砂川裁判最高裁判決で、日米安保条約のごとき高度な政治性を有する者が違憲であるか否かの法的判断は裁判所の司法審査権の範囲外にあると。でこの意味がですね、次言っていただきたいんですけど、先ほど言いましたようにその条約というのは憲法以外の国内法より上位なわけですね。ですから日米安保条約が結ばれるとその航空法がそういう適用除外条項入ったりするわけですけれども、その民主国家ですからその国民の人権が侵害された時はその条約があろうが憲法がちゃんと機能しないとおかしいわけですよね。だから憲法が機能してそういう条約が結んだために国民の身体や健康財産が損なえる可能性があったらちゃんとやらないといけないんだけど、じゃあ次お願いします。今言った砂川最高裁判決によってそこを憲法判断しないっていうことになりましたから、空白ができちゃった、本当は憲法以外の国内法に安保を中心としたアメリカの条約があるんだけど、その上に日本国憲法があってちゃんと重しにならないと、それがなくなると、そうすると憲法を含む国内法全体よりも安保を中心としたアメリカの条約が上と、要するに裁判したらそっちが勝つわけですよね。だからさっき申し上げたその、日米合同委員会の官僚たちが、鳩山さんに正面から立てつくってこれなんですよね。要するに裁判したら安保側の方が勝つから、彼らはそっちに乗っていくと、でそういう裏マニュアルでやってたことが、ここでその、イリーガルなものがリーガルになるわけですね。それで一気にその官僚もそういう行動が進んだんじゃないかと。でここで、最後になりますけれども、この構造が非常にその原子力の問題と似ているってなるほど、そこが面白いですね。その明らかにですね、今までのその線量の高い地域があって、でそこに子供もいて、当然その健康被害はもう想定されるのに何も対応しないと。でそもそもさっき言った東京電力が空前の利益を上げるとかね、その憲法が機能してたらありえないですよね。でだからこの基地の問題と原発の問題をいろいろ追っていきますけれども、一言で言うと憲法が機能していない状況だということが、先ほどの、この砂川裁判の話、判決ですけど、日米安保条約のごときとなってるんですね。だから日米安保条約はじゃないんですよね。そうですね。だから高度な政治性を有するものに関して、でこれは結局官僚が決めるわけです。そういうことなんです。高度な政治性を有する。その後いろいろ例えば定数是正の話であるとか、ああいうことでも結局政治に関わることは裁判は口出ししないっていう、それの大元がこれですよね。何よりもその安保法体系というものに触れることをタブーにしていると。でそこを中心としてその政治の方で、その判断すべきことは裁判所は関わらないって逃げ続けてきたわけですね。だからそれはだから本当は日本に憲法裁判所がちゃんとあるべきじゃないかという、主張される方もいるし、だけどそれ以前に何がどうしてそんなものが必要なのかということを国民は知らないんですよね。そこが問題なんですよ。ただその憲法裁判所を作ったら第二最高裁判所ができるだけで、その現在のその憲法81条にはですね、最高裁判所は一切の法律命令規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であるって書いてあるから、最高裁は憲法判断する義務があるわけあるんですよね。だから現在の最高裁は日本国憲法に徹底的に違反した存在であるということを、これを裁判所は憲法違反ってこれを国民的合意にしないといけないので、その通りですね。最高裁が憲法違反をしているときにね、民主国家の国民はどうしたらいいかということはまた大きな問題です。それでじゃあちょっと最後言ってください。で全く同じような構造の下で一言で言いますと、その
米軍基地問題は今お話してきたようにもう60年間の研究の蓄積があっていろんな研究者が研究してますから、これだけのことが分かって、でそこから見ると原発問題はよく見えるって話なんですけど、まだ証明はされてないけれども大体こうなんじゃないか。例えばさっき言った裏マニュアルでね、米軍が事故を起こしますよね。でその時に米軍側が自分に不利だと思ったら情報を出さないでいいってちゃんと取り決めがあるんですよ、でどう考えても原発の時に起こったことはそれに非常に似てるわけですね、事故を起こした側がなんか封鎖して、情報を出さなくて全然許されるっていう、でそれを調べていくともう本当に出たと、適用除外、さっき航空法の適用除外項目言いましたけれども、原子力放射性物質に関しても適用除外条項があると、でこれは日米で日米原子力協定という日米安保条約に非常に似た条約があるので、それを結ぶのに従ってこういうのが作られたというふうに推測されるんですけれども、まず大気汚染防止法27条1項、この法律の規定は放射性物質による大気の汚染及びその防止については適用しない、で土壌汚染対策法第2条1項、この法律において特定有害物質とは鉛ヒ素トリクロロエチレンその他の物質放射性物質を除く、丁寧にちゃんと除いてあるわけですね。で水質汚濁防止法23条1項、この法律の規定は放射性物質による水質の汚濁その防止については適用しないと。でもうちょっと大きなトリックとして、しかし環境基本法第13条の中でそうした放射性物質による各種汚染の防止については、原子力基本法その他の関係法律で定めるとしておきながら実は何も定めないというこの構造によってですね、全て免責されると。でこれなぜこういうことが分かったかっていうと、やっぱり福島の農民の方が環境省に抗議に行くわけですね。もちろん自分の畑汚染されてますから何か対策取って、でその時環境省の担当者にこの、土壌汚染対策法第2条1項の条文を根拠に環境省ですね、当省といたしましてはこの度の放射性物質の放出に違法性はないと認識しておりますという驚愕の答弁をされる。なるほど、これがあるからね、違法性はないということなんだね、除くって書いてあるんだから、そうです。だからこれが今の一つの大きな謎すごいですね。で最後なんですけれども、こういう構造があって、でこの法律はちょっと一部改正しろとかいう動きがあったんですけれども、結局その2012年6月27日ですから、原発事故から1年3ヶ月後に原子力基本法が改正されるわけですね、で第2条2項に、原子力利用の安全の確保については我が国の安全保障に資することを目的として行うものとする。こういう非常に問題になるということですね、不思議な条文、要するに付け加えられたんですね、この安全保障っていうところがね、原子力利用は安全保障、そうしますとさっきの砂川最高裁判決があるから憲法判断もうできなくなるわけです、安全性の確保について。でこれの言っていることは要するに今後政府がね、どんだけその国民の安全性健康に害を与えるようなことをしても、それはもう全く規制できない、こちらは何も言えない。つまり日米合同委員会で決めるマターンになりますよと、そういう意味でもありますよね、そうですね、言ってみるならばね、そういうことですね、ということでですね、矢部浩二さんに今日はお出ましをいただいて、まず第1部として、日本はなぜ基地と原発を止められないのかと、その深いところに日米合同委員会というものがあって、そこで決めたものが憲法判断もしないわけですから、全ての日本の法規を超えているというものになってしまっていると。したがって、私
をやめさせる、いやして私が辞めたこの問題に関してもさまざまなそういった流れの中で一連の動きがあったのではないかという推理が成り立ってくるということだと思いますし、あと原発に関しても同じような法的な仕組みというものが実は裏でしっかりと作られているということでございました。これからですね、さらに、来週にも矢部浩二さんにお出ましをいただいて、この続きを、そうですね、さらに、結局これが構造的な問題ですから、解決するには構造の方に手をつけないといけないというお話を、構造の問題を来週お送りさせていただきたいと思います。今日は来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。